こんにちは、カクシーです。今回は HG GAN の制作プロセスをご紹介します。それでは制作を始めます。まずキットを仮組みします。曲面部分はゲートを少し残してヤスリで処理します。カットしすぎてへこんだゲート跡は瞬着パテで埋めます。パーツを組み立てます。金を短くカットして製作時に分解しやすくします。他のパーツも同じくカットします。金が貫通している箇所はドリルビットなどで穴を少し広げます。仮組みができましたので製作を進めます。合わせ目を処理します。はじめに合わせ目処理が必要な部分をチェックします。肘関節、前腕、上腕、脚部、白磁に合わせ目がありますのでこちらを処理します。バックパック、太もも、すねは段落ちになっていますのでこちらは処理せずに仕上げます。それでは合わせ目処理を始めます。接着剤で手が荒れないように毛袋をします。まず肘関節から始めます。ヤスリで整えます。へこみ部分は棒状のものにヤスリを巻きつけて処理します。肘関節の合わせ目処理ができました。次に前腕の合わせ目を処理します。前後の向きに注意して先ほどの肘関節を挟み込んで接着します。細部のはみ出した箇所をデザインナイフで削り取ります。カンナ掛けやヤスリで処理します。他の部分も処理していきます。接着後に教えていただきましたが、事前にこの部分をカットするとグレーパーツの後組みができます。前腕はこれで完成です。上腕は関節がくっつかないように注意しながら接着します。埋まった溝をタガネで掘り直します。これで完成です。脚部は関節パーツを挟み込んで接着します。先に関節パーツの表面処理を済ませます。関節の向きに注意して接着します。スポンジヤスリで整えます。カンナ掛けでシャープにします。関節パーツはマスキングして塗り分けます。白磁の合わせ目を処理します。狭い箇所はタガネや薄いスポンジヤスリなどで処理します。曲面のゲートは少し残してヤスリで処理するときれいに仕上がります。深く切りすぎたゲート跡は瞬着パテでリカバリーします。硬化速シースプレーで硬化させて削ります。先にヤスリスティックで削ってからスポンジヤスリで処理します。白磁の合わせ目処理ができました。これでGANの合わせ目処理が完了しました。彫り直しと表面処理を進めます。彫り直すことで作品の情報量アップを狙います。ゲート跡やパーティングラインを処理します。逆 R のゲートはまずデザインナイフでカット。その後スポンジヤスリなどで処理します。白磁の先端は鈍角に尖らせます。手首ジョイントは折れるリスクがあるため真鍮線で補強します。まず 1mm のドリルで軸を貫通します。軸より少し短めに真鍮線をカットします。真鍮線を差し込んで空いたスペースに瞬着パテを塗布して接着します。これで手首ジョイントの補強ができました。ディテールアップを始めます。パネルラインを追加します。筋彫り銅のマジックヤスリで毛羽立ちを整えます。マイナスモールドを彫ります。物合いは
市販パーツでディテールアップします。 1.2mm のパーツを使います。塗装後にメタリックシールを貼って仕上げます。塗装前にサフを吹いて傷をチェックします。傷を数箇所見つけました。パテを塗って傷を埋めます。乾燥させて余分なパテを削ります。再度サフを吹いてチェックします。塗装を始めます。今回はオリジナルカラーで仕上げます。塗り分けを始めます。各部のラインを塗り分けます。先にライン部分を塗装してミクロマスキングテープでマスキングします。太ももは付属シールでマスキングしました。円形部分はサークルマスキングが便利です。襟を塗り分けます。爪楊枝で溝をなぞってデザインナイフで優しくカットします。カットしたテープを剥がします。マスキングができましたので塗装します。マスキングテープを剥がして仕上がりをチェックします。上半身のラインの色がほとんど分からず、今回の反省ポイントです。これで各部の塗り分けができました。装甲裏はエナメル塗料で塗装します。墨入れをします。ガイアカラーのエナメル塗料を使います。エナメル溶剤で余分な塗料を拭き取ります。デカールを進めます。マークフィットとデカールスキー G を使います。曲面箇所はマークフィットでデカールの密着性を高めます。10分ほど放置してデカールスキー G でデカールを押さえつけます。どんどんデカールを貼っていきます。セミグロストップコートで仕上げます。後組み加工でカットした手首パーツを組みます。モノアイを仕上げます。クリアパーツの接着は模型用セメガインを使います。最後にパーツを組み立てて完成です。最後までご視聴ありがとうございました。